どうもベルです。今回は、ドゥームスデイのヒーロー詳細解説ということで、ビアンカについてやっていこうかなと思います。ビアンカ、もうついに、入手できるようになりましたね。私もそうなんですけども、結構楽しみにされていた方も、多いのかなと思います。ただ、このビアンカ、強いと言ってる人は多いし、ベルも、散々強いと言ってるけど、本当にちゃんと強いのっていうとこですよね。ただ、安心してください。もう、めちゃめちゃ強いです。あとは、誰と組ませるかと、疑問に思われている方もいらっしゃると思いますので、今回の動画が参考になれば嬉しいなと思います。では早速、ビアンカについて、語っていきたいんですけども、彼女はこのゲームの最強サポーターです。彼女自体に、火力は全然ないんですけど、彼女がいることで、集団戦の強さが、飛躍的に上昇します。味方にいると嬉しいヒーロー圧倒的ナンバーワンです。このゲーム、どうしても、火力型のヒーローって、強い人が使うほど強くて、どうしても、そのヒーローの進化を発揮するには、自分自身の強さっていうのも、結構必要になってきてしまってるんですけども、このビアンカは、誰が使っても、ほぼ同じくらいのパフォーマンスを発揮してくれて、かつ、めちゃめちゃ強いんですよ。まだ T6 を解放していない方でも、集団戦で彼女を使っていくことで、彼女の部隊は、T6 持ちの人と同等以上の活躍を見込んでいきます。集団戦をするときの、同盟としての強さにも、彼女をちゃんと使っている人がどれだけいるかっていうのは、大きく変わってきますので、めちゃめちゃ育成するのがおすすめです。まあ、そんな、ビアンカなんですけども、前置きでこれ以上話しても、仕方ないと思うので、スキルを早速、見ていこうと思うんですけども、まずは、レイジスキル。女王の軍隊というスキルで、覚醒させると、強化されるタイプのスキルなので、覚醒後の値で、お話しさせていただきたいと思うんですけども、攻撃と防御を42%上げて、レイジを60、回復させてくれます。覚醒後で最大5部隊。覚醒前で最大3部隊にバフをかけていけるんですけども、これ皆さんやばさに気づいてます？このゲームでレイジを60回復できることの価値ってめちゃめちゃでかいんですよ。このゲーム、基本的には1000レイジでレイジスキルを打っていけるんですけども、スキル型のヒーローって、スキル才能で、レイジスキルを打った後に、レイジを獲得できるので、のもあったり、あとは、スキル使用後に、レイジを獲得できるタイプのスキルもあったりするので、実質的に2回目以降のレイジスキルって、900レイジとか、それくらい溜まれば打てちゃうんですよ。で、それをさらに60回復させるって、めちゃめちゃやばくないですか？そのおかげで、もうレイジスキルが、5秒とか6秒で回転していけるようになったりしますし、今の集団戦って、味方の強い人の、範囲のレイジスキルを、どれだけ相手に叩き込んでいけるかっていうのが、かなり重要になってて。例えば、1分の中で、1回でも多く、その、範囲のレイジスキルを打っていけたら、もうそれだけでも全然変わっていきますし、それがじゃあ複数部隊ともなれば、かなり変わってくるので。あと、これ攻撃と防御が42%上がるっていうのも結構でかいんですよ。この4秒間って、4秒間というのも結構ミソなんですけど、ビアンカって、だいたい、7秒に1回くらい、おそらくレイジが、7秒に1回くらいの速度で、レイジ回っていくと思うんですけど、
7秒で考えてやった時に、4秒間持続してくれれば、これ全体の半分以上に、このバフがかかってる状態になるので、そう考えると、もうかなり優秀なのかなと思います。では次に、第2スキルを、見ていきたいと思うんですけども、女王の罠というスキルで、部隊の防御を 24%、そして移動速度を 20% 上げてくれます。で、このスキルを見ていく前に、まず前提を、お話しさせていただきたいんですけども、そもそもビアンカに火力は求めてません。ビアンカに求めているのは、レイジスキルのバフ効果を長い間巻くための耐久力。そして逃げ遅れないための移動速度です。で、その欲しかったのがもう詰まりに詰まっているのが、この第2スキルです。防御を 24% 上げていって、移動速度を 20% 上げてくれる。もうこれが欲しかったんですよ。もはや欲しいものをくれてありがとうというレベルですね。ビアンカの相方は、後で詳しく、お話しさせていただこうと思ってるんですけども、基本的には、トムと組ませて使います。ただそうすると、歩兵部隊かつ、トムって移動速度アップのスキルを持ってないので、なかなか逃げ遅れてしまうこと、結構多いと思うんですけど、ただ、この第2スキルのおかげで、それをカバーしていけるので、そこも非常に相性の良くて、優秀なスキルなのかなと思います。では、次に第3スキル。クイーン VS ポーンという、スキルなんですけども、部隊の攻撃が 20% アップ。そして、残り部隊が 50% 未満の時に、基本攻撃ダメージを 20% 上昇というところで、まあ、このスキルは必要ありません。先ほど申し上げた通り、ビアンカに火力は一切求めてないので、このゲームって、器用貧乏が強いのではなくて、求められた役割を最大限各々果たすのが強いので。で、そう考えると、サポート型と割り切ってるビアンカに、火力型のこのスキルっていうのは、もう不要で、実質的に、1スキル、2スキル、4スキルの、3つのスキルのヒーローということになってしまうので、なんかビアンカ自体、一見弱く思えるんですけど、安心してください。もうレイジスキルがこれ強すぎる上に、これからお伝えする第4スキルもめちゃめちゃ強いんですよ。ということで、第3スキルはこれくらいにしておいて、第4スキルを、見ていこうと思うんですけども、第4スキル、女王の防衛というスキルで、自分と近くの味方、最大3部隊に2800のダメージ係数のシールドを付与します。これめちゃめちゃ優秀じゃないですか。3部隊合計8400のダメージ係数のシールドって、その間に受ける基本攻撃だったり、カウンターダメージをほぼ無傷にすることができるので、かなり損耗を減らしていくことができます。シールド効果って、火力系のスキルと違って、まあ、なかなか、目立たないので、結構効果実感しづらいと思うんですけど、縁の下の力持ちとして、しっかり活躍してくれます。あとは、もうこのシールドプラス、まあ、レイジスキルで、味方のレイジ回転上げてって、さらに、攻撃バフで、レイジスキルの火力も上げていって、防御バフを巻いて、味方全体の耐久力を上げていける。これが、このゲームサポート最強ヒーローのビアンカの強さで、本当に強いです。では次に、入手方法、見ていきたいと思うんですけども、ちょうど今来てる、ビアンカのラッキールーレットですね。そちらで、入手していくことができます。ビアンカのラッキールーレットの詳細については、前回の動画でお話しさせていただいたので、まだご覧いただいてない方いらっしゃいましたら、概要欄にリンクの方、貼っておりますので、
そちらよりご視聴いただけると、嬉しいなと思うんですけども、まあ、とりあえず現状は、ビアンカは、このラッキールーレットしか、入手はできないと思うので、まあ、定期的に来るとは思うんですけど、入手はとりあえずできるタイミングで、早めにしておくのが、良いのかなと思います。で、その後は、ラッキールーレットで、集めていくもよし、レジェンドの万能かけらですね。そちらで上げていくのも、全然いいのかなと思います。では次に、スキル上げの優先順位と、採点運用ラインについて、お話しさせていただければと思うんですけども、ビアンカは、ちょっと運営さんのおすすめがまだ出てないので、この動画で、私のおすすめをご紹介させていただこうと思います。で、私のおすすめは、1、4、2、3の順番です。まず、レイジスキルを上げていくのは当然として、ビアンカの強みって、4スキルのシールド効果でもあるので、シールド効果もなるべく早めに欲しいんですよね。なので、2番目に、取っていって、3番目に、移動速度と防御アップの2スキル。最後に、まあ、正直必要ない3スキルを上げていただくのが良いのかなと思います。では次に、最低運用ラインなんですけども、1スキルだけでも、正直ぶっちゃけ運用はできます。ただ、なるべくなら、シールド効果もかなり大きいので、4スキルまでは、最低上げていきたいところなのかなと思います。ただこのビアンカ、覚醒までいける方は、もうまず間違いなく、覚醒させるべきヒーロー筆頭です。まあ、3スキルは上げる価値ないんですけど、覚醒させることで、レイジスキルの、対象部隊が、3部隊から5部隊になるので、さらにたくさんのバフを、巻いていけるんですよね。で、これそれなりに範囲は、広いので、結構5部隊だったら、5部隊に、ちゃんとバフかかることが多くて。で、そうなると、まあ、なるべく、覚醒させていきたいところなのかなと思います。では次に、才能についてなんですけども、ビアンカは、リーダーでは使えません。まあ、並走的にも、リーダーの並走って結構育てていくの大変なので、その点でもちょっと不向きかなっていうのもあるんですけど、彼女は、リーダーとサポートの、才能ツリー持ってるんですけど、どちらもめちゃめちゃ弱いです。なので、もうこのビアンカはリーダー運用はしてはいけません。じゃあ、誰のアシスタントで使うのっていう、ところだと思うんですけども、もうビアンカは、トムのアシスタント要員一択です。ビアンカって、めちゃめちゃ狙われるんですよ。というか、バフ要員って、相手からすると一番厄介なので、狙われるんですよね。私は以前、まだ第一世代ヒーローしか、解放されていない時ですね。その時に、リーとアレクサンダーを使って、バフ部隊として、使ってたんですけど、めちゃめちゃ狙われるんですよ。で、リーとアレクサンダーも、耐久力は正直全然ないので、狙われた時にすぐ落とされちゃって、バフ要員として、ちゃんとした活躍はなかなかできてなかったんですね。ただ、それはもう、今回、トムを使っていけば、狙われても、ある程度は耐久していくことができますので、そしてなおかつ、トムはあれですね。非スキルダメ、すいません、非ダメージ減少の、バフ効果を持ってますので、その点からも、バフ効果をさらに増やしていけるというところで、優秀なのかなと思います。で、まあ一応、もう一つの選択肢として、スキル才能を持っている騎兵ヒーロー。ベラとか、
エレナとか、あとはキャサリンですね。彼女らと組み合わせて、このビアンカのレイジスキルの発動回数を、増やしていくのも、ありだと思うんですけど、まあ、結局狙われて、すぐ落とされちゃったら意味ないので。であとはまあ、騎兵使うんだったら、まあ、騎兵はちゃんと火力部隊として、使って、追撃とかで、活躍を見込んでいく方が僕はいいと思っているので、基本的には、トムと組み合わせていただくのが良いのかなと思います。はい。ということで、今回はビアンカについて、いろいろと、お話ししてきたんですけど、もうビアンカ、ちゃんと強いです。ビアンカの強さって、バフを負けることと、シールド効果を付与できることで、これって、まあ、先ほどもお伝えしたんですけど、誰が使おうと同じだけの効果になるので。ただ、強い人がこのビアンカを使っても、ビアンカのバフ効果とシールド効果のおかげで、自分が動かしている部隊全体の継戦能力というものは、飛躍的に上昇すると思いますので、ぜひ育成していただくのが良いのかなと思います。では、今回の動画はこの辺りで、締めたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録及び、概要欄より、X のフォローしていただけるとめちゃめちゃ嬉しいので、ぜひよろしくお願いいたしますというところで、バイバーイ。